んばんは。外房テックです。今回は MOSFET でロジックレベルチェッカーを作ります。回路の説明に入る前に、使い道について先に説明しておきます。調べたい箇所につなぐと、信号が来ているのか、あるいはハイ固定なのかロー固定なのかを LED の点灯で知ることができます。今回紹介する回路は、中間値も検知します。5V 系の回路の場合は、ローは青、ハイは赤、中間値は黄色の LED で示します。ロー固定なら青だけ点灯。ハイ固定なら赤だけ点灯。固形派の信号が来ているなら、青と赤が点灯します。こんな具合です。黄色だけが点灯するなら、中間的な電位で固定状態。青黄赤とも点灯するなら、ひどくなまった波形とわかります。こんな具合です。極端な例として、三角波を入れています。3.3V 系の回路の場合は、ローを青、ハイを黄色の LED で示します。さて、これが今回作った回路図です。LED は MOSFET で駆動するので、DC 入力電流は0で、測定端子に負担をかけません。回路図の右が、ハイローチェッカー。左が、中間値ミッドチェッカーです。回路は、CMOS インバーターに抵抗を挿入した形になっています。ハイローチェッカーの部分です。使用した MOSFET は、パンジットの NMOSFET BSS138。秋月電子で25個パック100円。そして、パンジットの PMOSFET BSS84。秋月電子で25個パック150円。どちらも SOT パッケージの小さなものです。回路シミュレーター LT スパイスの DC 解析です。グラフの横軸が入力電圧。縦軸が各部の電圧です。緑で示す入力電圧部員を上げていくと、入力ローでは青の LED が、ハイでは赤の LED が点灯します。まず、入力が0から 1.3V までは、NMOS-U3 がオフ、PMOS-U4 がオンであり、VDD から PMOS と抵抗を通して青の LED に電流が流れます。つまり青が点灯します。ここで 1.3V は NMOS のゲートスレッショルド電圧 VTH です。ゲートの電位がゲートスレッショルド電圧 VTH を超えると、NMOS がオンし始めます。ここで使用したスパイスモデルでは VTH が 1.3V ですが、実際のデバイスではばらつきがあるので、何ボルトまで青が点灯するかはデバイス次第です。次に入力が VTH を超えると NMOS がオンし始めます。NMOS はまだあまり駆動力がありませんが、抵抗 R2 があるので、図で青で示す V ブルーの接続点はグランドに引き下げられます。この結果、青 LED は消灯します。同様のことが PMOS と VLED と赤 LED についても成り立ちます。入力を 5V から下げていくと、5V から 3V までは PMOS がオフしているので赤 LED が点灯。入力が 3V より下がると赤 LED は消灯。
こうして入力 1.3V から 3V の中間電位では赤青とも消灯となります。ところで、MOSFET のハイローチェッカーは、この回路のように通常の CMOS インバーターで LED を駆動しても作れます。下側が通常の CMOS インバーターでの回路です。グラフはその DC 解析です。入力を上げていくと、インバーターの出力は鋭く切り替わります。ゲートの式位置ここでは 2.2V を境に、ローで青、ハイで赤が点灯します。これと今回の回路との違いは、中間の電位で貫通電流が少ないことと、中間の電位で青赤とも消灯することです。通常の CMOS インバーターで入力を 2.2V に固定すると 180mA の貫通電流が流れるので、PMOS はドレイン電流、消費電力とも定格 130mA、200mW を超えます。NMOS も消費電力の定格 350mW を超えます。標準ロジックの CMOS インバーター 74HC04 では入力を中間値に固定しても壊れません。しかし、ディスクリートの MOSFET で CMOS ゲートを作ると SOT のように小さい品種でも IC 内部の MOSFET に比べて大きな電流が流れてしまうようです。多分。ロジックレベルチェッカーは測定器なので、どんな入力が入るかわかりません。なので、ディスクリートの MOSFET で作る場合、通常の CMOS インバーターは NG です。今回の回路の場合、貫通電流は 1kΩ の抵抗で決まる 5mA です。これを利用して、中間の電位で LED が点灯する回路を考えました。これがその回路図です。抵抗と直列に黄色の LED をつなぎます。その DC 解析です。図の VP ソースと V 仮想度の差を紫で示しています。PMOS、NMOS ともにオンしているとき、貫通電流で黄色の LED が点灯します。PMOS、NMOS のどちらかがオフのとき、黄色 LED は消灯します。なお、消灯時の VP ソースと V 仮想度の差が0でないのは、電流が切れても、黄色 LED の VF の電圧が残ってハイインピーダンスになっているからです。二つの回路に同じ入力を加えて、全体でこのようになります。R3 は静電気から MOSFET のゲートを守るための保護抵抗です。BSS138 には保護ダイオードがついていますが、念のため保護抵抗をつけました。万一レベルチェッカ側が壊れていても、そのせいで非測定回路を壊さないように、との意味もあります。それでは作っていきましょう。SOT ピッチ変換基板をメイン基板とします。これは多分 Amazon で調達したものだと思います。チップMOSFETをハンダ付けしていきます。これが手先の不器用な私にとって一番の難関です。
映像だと汚く見えますが、実物はもっと汚いです。できたと思いましたが、耐静電気保護抵抗を忘れていました。やっつけ仕事。できました。まずはボリュームによる DC 電圧で切り替わりの電圧を測ります。電源スイッチオン。0V で青点灯。1.3V で青から黄色に切り替わり。3.6V で黄色から赤に切り替わり。下げていっても同様です。次に、シート R で充電電圧を測ります。抵抗は1メガオーム、容量は10マイクロファラッドです。実際こんな使い方はしないと思いますが、入力インピーダンスが高いことのデモです。スイッチでコンデンサーを放電してから離すと、
抵抗は1メガオームですが、ちゃんと電圧は上がっていきます。もう一度。バイポーラトランジスタでレベルチェッカーを作ると、ベース電流が非測定回路に影響します。こんな具合です。ベース電流のため、電圧が上がらなくなってしまいます。中国製シグナルジェネレーターで区形波を入力します。0.5Hz なので、点滅が目で見えます。1kHz。点滅はもちろん見えませんが、青赤両方ついていることから、区形波が来ていることがわかります。ゆっくりな三角波。50Hz の三角波。黄色も点灯していることから、区形波ではなく、中間電位の時間が長いことがわかります。以上、モスフェットで作るロジックレベルチェッカーでした。ご視聴ありがとうございました。動画作成の励みになりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。